こんにちは。私はスタリス。こっちはモーグのメッセンジャー。これは何ですか？これは地球上で最も太い音を出せるシンセサイザーです。なぜ世界一太い音を出すシンセと断言できるのか。シンセに詳しくない方でもわかるように、今日はこのモーグメッセンジャーの魅力を解き明かしていきます。そもそも太いシンセの条件とは何でしょう？まず、モノシンセであること。モノシンセは単音で弾くシンセ。このように、例えば、ドミソって押さえても単音しか出ません。その分、単音一つの音に対して複数のオシレーターをミックスして鳴らすので、分厚く豊かな表情で鳴らすことができます。例えばベースとかリードって言われるメロディーのシンセの音ね。ああいうのでよく使われるのがこのモノシンセ。ちなみに複数の音を出せるシンセはポリシンセと言われます。このメッセンジャーはモノシンセであり、この条件をまずしっかり満たしてくる。二つ目、アナログであること。一般論ですが、アナログシンセは IC チップが使われているデジタルシンセやソフトシンセと比べて音が太く温かいと言われています。実際そうなのだと思います。カメラで例えると、デジタルシンセが iPhone で撮った写真。アナログシンセはフィルムのカメラで撮った写真というイメージです。3つ目、モーグであること。モーグはシンセのオリジネーター、ロバート・モーグ博士が設立したシンセメーカーで、伝統と歴史あるシンセの代名詞的メーカーです。車で言えば、メルセデス・ベンツ。もう一人、シンセのオリジネーターにはドン・ブックラさんという方もいますが、このあたりについてはメイビスのレビュー動画で話していますので、気になった方はそちらをぜひご覧ください。今回はモーグさんにフォーカス。とにかくモーグの音は、重さ、粘り、押し出し感がある、温かい、唯一無二の音とよく言われます。で、このモーグのメッセンジャーは、この3つの条件をすべて満たします。しかし、世界一太いというからには、他のモーグのシンセよりもこいつが太いことを私は立証しないといけない。この根拠は2つあります。1つ目はフィルターです。フィルターは平たく言うと、音の明るさを決める重要な部分で、そしてモーグの音が太く温かいと言われる最大の理由は、このラダーフィルターにあります。ただこのラダーフィルターには一つだけ弱点がある。それはレゾナンス。これを上げると低音がスカスカになっちゃうっていうこと。このぐらい低音があるよね。これ上げます。ね。だから例えばベースシンセの TB303 レゾナンスを上げた鋭いベース音で有名なシンセなんだけれども、従来のモーグではあれっぽい音を出すのがちょっと難しかった。この弱点に対してモーグ自らが今回初めてメスを入れた。こういうベースが鳴っているとしましょう。で、レゾナンスを上げる。そうすると低域がスカスカになっちゃって、なんかこういうプレイがベースの音としてはやりづらいのが、ここ、レスベース、これを入れます。わかりますかね？ベースがちゃんと生き残ってる。これもう一回外しますと、ほら、ローがスカスカになっちゃう。これが本来のラダーフィルターなんだけど、これを入れると、ローが返ってくるので、こうやってうね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 一生やってられるわけだ。具体的にはフィルター出力のポールミックスの処理を変えて低域が失われないようにしてくれてるみたいです。これがメッセンジャーの音がモーグの中でも一番太いという理由の一つです。二つ目の根拠はウェイブフォールド。ウェイブフォールドはメイビスで初めて搭載された波形を折りたたんで倍音を増やす機能です。で、今回メッセンジャーにも搭載されているんですが、今回はこのつまみでリニアに波形を遷移させることができます。ここで三角波なんですけど、ここからさらに左に行くとウェイブフォールドが入る。だから、今回これリニアにウェイブフォールドさせることができるので、こいつを LA4 で揺らすってことができるわけだな。オシレーター1のウェイブにして L8 を上げて、これも上げる。今こここう動いてるわけで、これ上げると
こんなことができると。これすなわちウェイブテーブルシンセみたいにここの波形をモジュレートできるってことなんです。で、これはメイビスではできませんでした。レゾナンスを上げても低域を残すことができること、ウェイブフォールドを含めた波形モジュレートが可能。この2つのモーグらしからぬ革新的な機能により、メッセンジャーはこの地球上で最も太いシンセとして産声を上げました。でもうほんとちょっといじってるだけでどんどん太い音が出てきてね、ビビります。危険な音がすぐ出ちゃって、これ危ないよ。こいつは危ない。もうちょっと触ってるだけでこんなことがすぐできちゃう。もう脳筋脳筋申請。先ほど TB303 みたいな音も出せるようになったと言いましたが、そうなるとやりたくなるのがポチポチシーケンサーでの打ち込み。で、メッセンジャーはここの16個のボタンを使ってそれができるようになってる。で、ここにパラメータレックってありますね。エレクトロンみたいな各ステップでつまみの動きを記録して動的な変化を作れるやつ。で、さっき使ってたけどアルペジエーターももちろん搭載されています。で、もう一つ、メッセンジャーの特徴。モジュレーターがすごい柔軟。まず LFO がここに1個あるでしょ。で、ここにも LFO あるでしょ。さらにエンベロープがここに2つあるのに加えて、ここにはサンプル&ホールドもある。配置があっちこっちしてるのはちょっとどうかと思うけれども、とにかくモジュレーターはたくさんある。例えばですね、フィルターエンベロープループのボタンがフィルターエンベロープアサインを兼ねているので、ここを長押ししながらチューンに入れてみましょう。今このフィルターエンベロープでチューンがふにょんって動いてます。いろんなモジュレーターをもう目に見えるつまみすべてにアサインできます。世界一音が太いシンセメッセンジャーなんですが、欠点もあります。まずね、でかくて重い。なんかこうコンパクトな感じのシンセに見えるかもしれないけど、実際これ、あれね、ノーベーションのコントローラーと比べてこんな違うから。多分あなたの想像の 1.5 倍くらいでかい。この高さも結構ちゃんとある。多分モーグとしては普通の大きさなんだと思うんですけれども、でもこのね、メイビスと比べるとメイビスこの大きさなんで、それと比べたら全然大きいし。で、まあでかくてもいいんだけど、でかいくせにディスプレイがないので、コンフィグをいじるときは、こうやって触って、何やりたいんだっけ？結局マニュアルを見る必要があります。この大きさのシンセの操作体系としてはちょっとお粗末だと正直思います。それから DAW との連携はあまり強くないです。一応ここで USB-C で繋いで MIDI のやり取りはできるんですけれども、音はオーディオインターフェースをかまさないとね、この普通のアウトプットからオーディオインターフェースかまさないといけないし、こういうエレクトロンみたいな専用のプラグインとかも用意されていません。まあその辺はモーグさんの哲学なんだとは思いますが、せっかくお値段がお求めやすいのに、初心者がちょっとだけとっつきにくいって思っちゃうのはもったいないなと思います。とはいえです。これは世界一音が太いシンセであることは間違いない。正直、これで12万円は安すぎ。だって世界一太い音のシンセですからね、これ。車で言ったらブガッティ。とにかく太いシンセを使いたいという方はもうこれ一択。だって世界一太いんだから音が。この動画が面白いと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう少しこのメッセンジャーお借りできそうなので、こんな音を作ってとかこういう音出せんのっていうリクエストがありましたらぜひぜひコメントお寄せください。ご視聴いただきありがとうございました。